さゆりどうも。なんだかアフレコの動画がちょっと久しぶりになりますね。3週間ぶりぐらいかな。今回はそんなわけでちょっとね、日頃の疲れを癒すような程よい手抜き感のある納豆ペペロンチーノを作っていきたいと思います。ほんと普段何気なくこういうのを作るんですけど、やっぱパパッと作る料理ってね、あんまりこう動画にするまでもないかなとかって思ったりしてたんですよね。そんな話をこの前レストランに食べに来ていただいたお客さんにねしてたら、いやそういうのこそねぜひ動画にしてほしいと言われたんですよね。普段のもいいけど、やっぱりこうより日常的にどういうものを作ってるのかっていうのをレシピ化してほしいと。僕からしたらそんなんでいいんですかっていう感じなんですけど、まあそんなんでもいいらしいんで言っちゃいます。まあこのレシピはね、こう仕事でちょっと疲れた時とか、料理のね時間をなるべく短縮してサクッと仕上げたい時ですね。そういう時ってペペロンチーノとかすごいいいじゃないですか。ニンニクをパパッと刻んでパスタと合わせて食べれるっていうところがねすごく魅力的なんですけど、ちょっとねペペロンチーノだけだとニンニクとね、あとはパスタがベースになるんで、小麦と水ですよね、パスタが。ちょっとねそれだけで終わってしまうのね、若干罪悪感があるじゃないですか。レストランとかだったらいいんですよ。毎日行くところじゃないし、たまのね贅沢としてこう美味しいもの食べるっていう、そういうステータスでいくと思うんで。ただね、家で食べるときはほらね、そんなことから、5大栄養素がね全部含まれてるこの納豆と、あと鉄やビタミンが豊富なほうれん草を加えることでね、栄養もしっかり取れて美味しい、そして簡単っていうね、それを目指したレシピになります。でこの納豆に付属してるねだしとからしっていうのは必ず入れた方がいいです。これは僕のおすすめですね。さっきだしって言いましたけどね、タレなんですかね。これはタレって言った方が正しいのかな。まあタレにしましょう。このねタレに含まれてるこのだしのうまみとかがねすごくいいんですよ。ちなみにおかめ納豆なんですけど、僕は断然おかめ納豆派ですね。仕事帰りにスーパーとか寄った時におかめ納豆が売り切れてる時、やっぱね著しくテンションは下がるんですよ。他のものでね代用しようっていう風に僕あんまり思わないんですよね。まあ、きっと人それぞれね好きな納豆メーカーさんあると思うんで、好きなのを使ってください。それでこのニンニクは弱火で、なんでしょうね、オリーブオイルの中でコンフィを作るようなそんなイメージです。ニンニクもねこうカットしないでそのままフライパンに入れれるからいいですね。そしてフォークで押すとね程よく潰れ始めるんですよね。その頃が頃合いですね。こうオイルの中に香りをこう爆発させるようなそんなイメージですね。これはこれでねすごく美味しいんですよ。最初にみじん切りされている状態とかとはまた違ってね。ただ一点注意が必要で、ニンニクに火があんまりね入ってないのに無理に押そうとするとこう思いっきりね吹っ飛んでくんで、ニンニクがフライパンの外にですよ。それ危ないんでね気をつけてくださいね。なんだろうな、程よく熱くなってたりすると余計面倒ですからね。それでやけどなんてしてしまった日にはね、次の日の仕事に影響が出ないとも限らないですからね。しっかりと柔らかくなってからっていうのを守ってください。そして潰したニンニクを全体に合わせてパセリを加えたら茹で汁ですね。だいたいオイルの倍ぐらいは入れちゃいます。水分量としてはこうアメンボが泳げるぐらいですかね。このパセリがアメンボみたいな感じですね。パスタが茹で上がる30秒前ぐらいにほうれん草もこのね茹で鍋の方に加えちゃいます。それでパスタと一緒にこのほうれん草もね引き上げてフライパンの中に加えていくようなそんな流れです。ざるにね一気に引き上げてしまってもいいですから、それはどっちでもいいです。
ただね、こうやって茹で汁残しておくと後で水分の調整ができるんで、それで僕はトングで引き上げます。全体にさっと合わせたらしっかりと、かき混ぜておいた納豆も加えていきましょう。中火ぐらいでいいですね。強火寄りの中火で、ペペロンチーノって結構乳化が大変じゃないですか。このねレシピはね、納豆の粘りがね完全に油脂と水分をねしっかりとギュッとしてくれるんで、あんまりね乳化にこだわらなくてもね勝手につながっていくんですよね。それがこれのいいところで、乳化してるんで味もねバッチリ決まってるんですよね。よし。というわけで盛り付けドレッセに行きます。そんなに冷めやすいパスタでもないんで小高く盛る必要はないんですけどね、小高く盛る癖がついちゃってる人はね小高く盛りましょう。僕もねそのうちの一人なんで。それでこれイタリアンパセリもちょっとね余ってるんで使っちゃいたいと思って振ってます。気にしないでください。なければないで大丈夫です。うわ、めっちゃうまい。ニンニクと納豆やっぱ間違いないですね。どっちもうまいから外れようがないというか、ほうれん草もめちゃくちゃうまい。これいいっすね。こんだけ簡易的にできて、この罪悪感のなさ、なんだろう、不思議。やっぱこのピリッとした唐辛子の辛さっていうのが納豆とパスタをすごくうまくつなげてくれてますね。全然和食っぽさがない。オリーブオイルとも調和してるし、疲れた時はマジでこれです。というわけで疲れた日にでも作って食べたくなってしまう納豆ペペロンチーノのレシピでした。よかったらぜひ参考にしてみてください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。ラビアント。